はい、こんにちは。今回なんですけれども、こちらですね。イヤーファンから出ます AirPro 3ですね。こちらをご紹介していきたいと思います。私のチャンネルですと、こちらのですね、AirPro 2というですね、前作がかなりですね、完成度が高くていいよっていうことで、今年のですね、1万円以下の完全ワイヤレスイヤホンのランキングでもランクインさせた通り、私としてはかなりですね、出来がいいイヤホンだと思っているんですよね。これの後継機ですね、Air 3がですね、登場するということですね、今回先行レビューということで、イヤーファンさんからお声掛けいただいて、先にですね、送っていただきました。こちらですね、見えている通り、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリングが搭載されていたりとか、こちらですね、aptX アダプティブですね、こちらにも対応していたり、ここにはですね、ちょっと書かれていませんけれども、将来的にですね、次世代の Bluetooth のですね、規格である LED オーディオですね、LC3 にも対応予定というもので、もちろんノイキャンやガイナの取り込みも入っていますし、ワイヤレス充電も入っていて、マルチポイントもあってというですね、もう全部入りのイヤホンなのに、1990円という価格でゲットできるイヤホンになっています。2022年の12月26日からは、先行予約期間ということで、イヤーファンのですね、公式ページから登録していただくと、さらに 30% オフで購入できるということになっていて、価格はですね、6290円というめちゃくちゃ安いのに、これだけのハイスペックということで、実際にですね、私使ってみましたけども、やっぱりですね、レベルが高いイヤホンになっているので、もうですね、1万円以下でイヤホン欲しいって方は別にこれ買っとけばですね、文句ないんじゃないかと思われるぐらいのですね、いい出来になっているので、今回ですね、ご紹介していきたいと思います。先ほどもご紹介した通り、こちらですね、イヤーファンさんから商品自体はご提供いただきましたけども、金銭の授受は一切ありませんし、良かった点から悪かった点までしっかりとですね、ご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンを中心にレビューや比較動画をアップしていますので、まだチャンネル登録されていないという方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。励みになります。それでは行ってみましょう。はい。ということで、イヤーファンの AirPro 3のスペックや価格からご紹介していきたいと思います。このイヤーファン AirPro 3は、ノイキャンや外音取り込みにはもちろん対応していまして、ワイヤレス充電にも対応しています。片耳のイヤホンのみでの使用も対応していまして、片耳で使用した時はモノラル再生になります。そしてマルチポイント接続にも対応してますね。Bluetooth のバージョンは最新の 5.3。対応コデックは SBC-AAC や aptX、それから 96kHz24 ビットの aptX アダプティブまで対応しているという部分がとてもいいポイントです。対応しているですね、スマホなんかをお持ちの方であれば、そのようなですね、高品質なコーデックでも音楽をですね、楽しめるというものになってますね。ドライバーは 11mm のダイナミックドライバーが搭載されています。充電時間は約1時間。イヤホンケースは USB-C 接続時は約2時間。ワイヤレス充電の時は約 3.5 時間となっています。バッテリー持続時間なんですけども、ノイキャンオン時は最大7時間。イヤホンケース併用で最大35時間。ノイキャンオフ時はイヤホン本体で最大9時間。イヤホンケース併用で最大45時間となっています。10分充電で最大2時間再生可能な急速充電にも対応しています。で、サイズはこのようになっていまして、ケースなんかもですね、前作と比べてちょっとですね、小さくなっているっていうのがいいポイントです。カラーはブラックの一色展開ですね。重量はこのような感じになっていて、重すぎず軽すぎずな重量となっています。イヤホン防水規格は IPX5。充電ポートは USB-C です。保証期間は18ヶ月となっていまして、この価格でですね、しっかり18ヶ月保証してくれるっていうのはいいポイントですよね。その他としましては、スマホアプリにあるファームウェアアップデートとか、イコライザー設定などにも対応しています。そして先ほどもご紹介した通り、LE オーディオですね、次世代の接続方式にも今後ですね、対応予定ということで、まだですね、LE オーディオって結構、こういうような方ですと、今か今かとですね、待ちわびていると思うんですけども、まだまだですね、実際に登場するのはまだって感じなので、次にですね、皆さんが買い替えたスマホとかが LE オーディオに対応しているようであれば、それはですね、恩恵が受けられるのかなと思います。そして低遅延モードですね。ゲーミングモードにも対応してますね。価格なんですけども、通常ですと8990円なんですけども、12月26日から1月9日までですね、先行予約をですね、申し込んでいただくと6290円というですね、価格でゲットできるということで、めちゃくちゃ安いかなと思いますね。前作の AirPro 2はアプリにはまだ対応していなかったんですけども、今回はですね、アプリにも対応しているということで、その辺もですね、しっかりとアップデートしてきてますし、スペックだけ見てもですね、かなり進化しているかなと感じますね。そうしましたら外観やデザインについて見ていくんですけども、外観はですね、こんな感じの、ちょっとですね、横長の四角い感じのケースになりましたね。前作の AirPro 2はこんな感じのちょっとですね、丸い感じになっていたんですけども、ちょっとですね、見た目が変わったかなと思います。大きさ自体はですね、今作の AirPro 3のが
小さくなっていて、厚みはそこまで変わらないですけども、こんな感じになっています。スペックですね、かなり上がったのに、ちょっとですね、コンパクトになっているのはいい部分かなと思います。表面の質感なんかは、若干ですね、マット目ではありますけども、やっぱりさすがにこの価格帯なだけあって、ちょっとプラスチック感は多少あるかなと思います。ただですね、プラスチック感はあると言っても、他のですね、本当にプラスチック感バリバリのものに比べると、高級感があるまではいかないですけども、そんなですね、めちゃくちゃチープって感じはしないところがいいポイントです。インジケーターがこんな感じでですね、3つついているのと、後ろに行きますと USB-C のポートがついています。裏面はですね、ワイヤレス充電対応していますので、ワイヤレス充電器の上に置くと、ワイヤレス充電することが可能です。でケースを開けてみるとこんな感じなんですけども、ケースとイヤホンのマグネットの強さをチェックしていきたいと思います。ケースを閉めたまま振ってみると、十分ですね、強くて、ケースが開いてしまうって心配ないですね。イヤホン本体は、ちょっと強めに振ってしまうと、外れてしまうかなって感じはするんですけども、ケースを閉めたままだったら、バッグの中とかに入れといてもですね、イヤホンが散らばってしまうっていう心配はないかなと思います。ケースを開けてみるとこんな感じになっているんですけども、ここでですね、ケースのいい面がですね、前作の AirPro 2はケースの蓋の部分ですね、ここ何もついてなくて、ただのプラスチックだったんですけども、今回ですね、ここにもシリコンというかゴムがついていて、ここクッション性があってですね、先ほどケースの蓋は強く振っても開かないけど、イヤホン自体は振っちゃうとですね、ちょっと外れちゃうっていう感じがあったと思うんですが、これがあることによってケースの蓋を閉めておけばですね、このままですね、大きく振ったりしても、ケースの中でですね、プラスチックが当たってしまって、イヤホンが傷ついてしまうって心配もないと思うので、これもいいですよね。この辺までしっかりとですね、対応してくるっていう部分はかなりいいかなと思います。こういうとこを削らないとコストをカットしていけなさそうですけども、前作のAirPro 2に比べてですね、かなりここもですね、気遣いされているっていうのはいいポイントですね。で、ケースの中はですね、こちらにリセットボタンがついていて、ペアリングするときなんかはここを押すということになりますね。でイヤホン本体を見ていくとこんな感じのスティック型になっていて、ちょっとですね、スティックの表面はガンメタっぽい色になっていて、この辺はちょっと前作と変わったかなという形です。前作の AirPro 2はこんな感じですね。真っ黒い感じにちょっとつるっとした質感だったんですけども、かなりですね、変わったかなと思います。サイズもですね、一回りちっちゃくなっていて、ちょっと可愛らしいサイズ感になりましたね。やっぱりサイズがですね、大きいとどうしても耳につけていて目立っちゃうっていう部分はあったと思うんですけども、そこはですね、主張しすぎないぐらいの大きさになっているのはいい部分かなと思います。タッチセンサーの場所も、前作もですね、このスティック部分とタッチセンサーのこの丸い部分っていうのはしっかりとですね、わかりやすくてタッチしやすかったんですけども、今作はですね、しっかりとですね、タッチセンサー部分がここだよっていうのがわかりやすくていいかなと思います。この辺ですね、ガンベタでちょっとキラッとしてる部分はですね、好き嫌いちょっとあるかもしれないですけども、結構ですね、かっこいいんじゃないかなと思いますね。こう見ると結構高級感ありますよね。裏面に行くとこんな感じになっていますかね。つるっとした質感になっています。イヤーピース外してみるとこんな感じで、通常の円形ですので、サードパーティー製のイヤーピースも付けられるかなと思いますね。イヤーピースは一般的なですね、シリコンのイヤーピースが付属しています。イヤホンケースのですね、蓋を閉めるときも、ここですね、バタンって閉まらずにですね、ちょっとですね、抵抗があるというか、軽くですね、閉まるような感じで、この辺もいいんですよね。前作の AirPro 2だと、閉めようとするとですね、パチンって、こんな感じでですね、閉まってしまうんですけども、今回はですね、どちらかといえば開く方向にバネがついているような感じになっているので、パタって閉めるときもですね、音がうるさくないっていうのはいいポイントですよね。外観やデザインはこんな感じになっています。続きまして、付属品について見ていくんですけども、付属品はこんな感じになっていまして、まずマニュアルですね。こちらが日本語もですね、こんな感じで書かれていまして、9ページぐらいにわたって日本語で書かれています。日本語もですね、そんなに不自然な日本語って感じではないので、しっかりですね、わかりやすいマニュアルになってるんじゃないかなと思いますね。それからイヤーファンのものはいつもついてますけども、こんな感じのクリーニングの仕方の紙と、クリーニングをするための綿棒みたいなのがくっついています。USB-A と USB-C のケーブルがついているのと、シリコンのイヤーピースですね、3つ。予備がくっついてますね。デフォルトでついているのと合わせて4サイズですね、ついているという形になります。サイズは XS、SML の4サイズとなりますね。この価格帯でイヤーピースがですね、4サイズついているっていうのはいいポイントかなと思います。皆さんに合うサイズのイヤーピースが見つかるんじゃないかなと思います。続きまして装着感についてなんですけども、装着感はですね、
スティック型のイヤホンになっていて、かなりですね、軽めにつけられます。簡単にですね、スッと耳にですね、はめるだけで簡単にですね、フィットされますので、手軽にですね、つけられる部分がいいポイントかなと思いますね。耳をですね、全然圧迫するって感じもないですし、防水性能もついているので、運動なんかも十分できるかなと思います。スティックがついているイヤホンですので、手とかですね、紐とかが引っかかっちゃうとどうしても外れてしまうと思うんですけども、そういうことがなければですね、十分運動なんかでも使えるイヤホンになっているなと感じています。イヤホンをつけたところ写真で撮るとこんな感じに見えるんですけども、ガンメタみたいなですね、色になってますので、ちょっとこちら、写真の写りでちょっと青っぽく見えちゃってますけども、こんな感じの見え方になっていて、このスティック部分がですね、前作の AirPro 2に比べると短くなってますので、そういう部分でもですね、いいのかなと思います。若干ですね、先っぽの方が細くなっているっていうのもあって、そんなにですね、主張しすぎずに、全然ですね、変な風には見えないかなと思いますね。でこのですね、耳の内側のこの辺だったりとか、上の方だったりとかももちろんですね、開いてますし、全然圧迫するっていう感じがないので、装着感で、不快になってですね、耳から外したくなっちゃうような、そういう感じにはならないかなと思います。で、装着したところ写真で見るとこんな感じですね。スティック部分が頬にですね、完全に沿うって感じではなくて、ちょっとですね、ここは開いてしまうのはしょうがないかなと思うんですけども、めちゃくちゃですね、前から見てですね、はみ出しすぎておかしいって感じでもないですし、マスクの紐とかネックレスとかが、ここをですね、通らないように気をつければ、全然ですね、いいのかなとは感じています。そういうことがなければですね、全然ですね、変な感じにも見えないのかなと思いますので、この辺もですね、良かったですね。で前作のですね AirPro 2に比べるとここのですね頭の部分っていうかここのプラスチックの部分がですね小さくなっているので、もしですね AirPro 2はこの辺のですね耳に収まる部分っていうのが大きくて圧迫感あるなって感じていた方ですとよりですね楽につけられると思いますし、耳が小さい方でもつけやすいイヤホンになっているかなと思います。はい、続きまして、アプリでのカスタマイズ性について見ていくんですけども、こちらの AirPro 3はアプリにも対応していまして、イヤハンオーディオというですね、アプリでカスタマイズすることができます。できることを見ていきますと、右と左のイヤホンのバッテリー残量がわかるのと、ケースのバッテリー残量もわかりますね。そしてノイキャンや外音取り込み、ノーマルモードの切り替えがアプリでも行うことができます。ゲーミングモードのオンオフも行うことができます。そしてイコライザーですね、低音ブースト、高音ブースト、低音の弱め、高音弱めのですね、4パターンプラスカスタムイコライザーも作ることができるので、例えばこんな感じでですね、自由にいじることもできます。ロックバンドということで、若干ですね、少なめではあるんですけども、結構イコライザーでですね、いじると、しっかりとですね、音が変わるのはわかるので、自分好みにですね、カスタマイズしたいっていう方はとてもいいかなと思います。そして製品チュートリアルとして、マニュアルですね。こちらがですね、アプリ内で見えるわけではなくて、Google ドライブ経由でですね、見るみたいなので、ちょっとそこは残念だったかなと思いますけども、アプリ内で見てほしかったですね。でイヤホンの名前が変えられたりとか、装着方法ですね、のチュートリアルが見えたり、それからですね、モードの切り替えですね。こちらは先ほどのノーキャン外音取り込みの切り替えと同じですね。そしてゲーミングモードのオンオフも同じ。イコライザーもそうですね。で、キーのカスタマイズをしまして、こちらはですね、かなり自由に設定できるのがいいポイントですね。シングルタップ、ダブルタップ、トリプルタップ、そして長押しの左右ですね、がそれぞれ個別に設定できますので、自由にですね、カスタマイズできるっていうのはいいポイントです。左右合わせて8個のですね、コマンドがありますので、再生地位停止、音量の上げ下げ、次の曲前の曲、ノンキャンや外音取り込みの切り替え、ゲーミングモードですね、オンオフもですね、すべてイヤホン本体でできるので、それはですね、いい部分かなと思いますね。ファームウェアのバージョンですね、アップデートがあればこちらから設定することができます。こんな感じでですね、必要なですね、カスタマイズは十分できるアプリが備わってます。今ですね、日本語でこちらですね、表示されてますけども、デフォルトですと言語がですね、英語だったんですけども、トップ画面からですね、こちら日本語設定すればアプリもですね、日本語で見ることができて、若干ですね、日本語おかしいところも多少はあるんですけども、十分ですね、読み取れるぐらいの日本語になってますので、十分ですね、使いやすいのかなと思います。続きまして音質についてご紹介していくんですけども、音質はですね、イヤホンのものって結構どちらかといえばフラット寄りというか、低音のパーチなんかは少なめな印象だったんですけども、この AirPro 3はですね、結構低音なんかも強くなっていて、わかりやすくですね、いい音だなってみんなが思うような音質になってるんじゃないかなと思います。ただ低音のですね、アタック感なんか結構強くなりましたけども、この低音のですね、音自体っていうのはそんなにですね、キレがある低音ではなくて、結構丸みが帯びていて、なんか柔らかい感じの低音になっているなって感じがするので、聞いていてですね、耳がですね、疲れちゃうって感じは少
ないのかなと思います。低音は強くなったものの、作業をしながら使っていてもですね、耳はそんなに疲れないような低音になっているので、そういう部分は良かったかなと思います。もし低音がですね、強すぎるなっていう方は調整できますので、その辺試していただければと思いますね。音場の広さっていうのはそんなにですね、広いって感じではなくて、普通にですね、耳の周りで音が鳴ってるなって感じがするんですけども、高音域がですね、なんか刺さってしまったりとか、そういうこともありませんし、まんべんなくですね、高音域から低音域までしっかりとですね、音が出していて、不快にですね、思ってしまうような音域っていうのもないので、それはですね、良かったかなと思います。低音のアタック感強くなったって言いますけども、安いモデルですと、もっと低音が強くて、もう低音だけに頼り切っちゃう音って感じのイヤホン結構多いんですけども、そんなこともなくですね、しっかりとバランスは整っているかなと感じています。で、私のチャンネルだと、1万円以下のイヤホンですと、サウンドピーツのですね、イヤホンなんかもご紹介してるんですけども、サウンドピーツの方は結構ですね、キレがあって、パンチがある音って感じなので、よりですね、ロックとかアニソンとかですね、そういうハイテンポな曲に合うような感じになってるんですけども、イヤホンのものっていうのは結構ですね、どんな楽曲にも合わせやすい音になってるかなと思いまして、苦手なですね、ジャンルっていうのが少ないのかなっていう感じします。結構マルチに何でも聞きたいなって方はイヤホンですね、かなりおすすめかなという音になってますね。続きまして操作感についてなんですけども、操作はですね、先ほどご紹介した通り、こちらですね、イヤホン表面の丸い部分がタッチセンサーになっていて、こちらをですね、タッチすることで操作をすることになります。で、操作はですね、先ほどご紹介した通り、再生一時停止、音量の上げ下げ、次の曲前の曲、ノイキャンや外音取り込みの切り替え、そしてゲーミングモードのオンオフもですね、すべてイヤホン本体で設定をすれば操作することができるので、その部分はとてもいいかなと思うんですけども、タッチ操作のですね、感度は十分あるんですが、レスポンスに関しては、やっぱりですね、この価格帯っていうこともあって、めちゃくちゃ速いっていうわけではないので、キビキビと操作したいっていう方は、イヤホンではなくて、スマホの方でですね、操作していただくのがいいかなと思います。ただですね、めちゃくちゃキビキビと操作したいという感じではなければ、十分ですね、イヤホン本体でも操作できますし、スマホをですね、ポケットとかバッグの中にしまっていて操作したいって時にめちゃくちゃですね、ストレスになるってこともないので、それは良かったかなと思います。ちょっとですね、気になる部分としましては、ノイキャンや外音取り込みの切り替えですね、のモードの時にどうしてもノイキャンオフのモードが入ってしまって、ノイキャンから外音取り込みオフ、ノイキャン外音取り込みオフの順番で切り替わるので、そこはですね、アプリでですね、設定できると良かったんですけども、今のところですね、それはできないということで、そこは若干残念だったかなとは思いますけども、価格を考えればですね、それぐらい許容できるかなと思うんですけども、ノイキャンと外音取り組みだけを行き来するってことはできないということは認識しておいていただければと思います。はい、続きまして、ノイキャンや外音取り込みについてなんですけども、ノイキャンですね、こちらめちゃくちゃですね、強いかなと思います。この価格帯でですね、これぐらい強ければめちゃくちゃ大満足かなと思いますね。地下鉄なんかに乗っていた時ですと、低音域のですね、電車の走行音っていうのはかなりカットしてくれまして、十分ですね、周りの音っていうのは静かになりますね。高音域の電車の走行音ですね、さーって音だったりとか、アナウンスの音なんかっていうのも、若干ですね、聞こえるかなという感じはします。アナウンスの音ですと、何を言っているかというのが分かるか分からないか程度なので、そんなにですね、不快っていうほどでもないかなと思いますね。電車の中で気になったのは、赤ちゃんとかのですね、子供のですね、ぐずった声なんかですと、割と入ってくるなと思うんですけども、これはですね、どのイヤホンでも結構入ってくるので、しょうがないかなという部分ではありますね。最近ですと、ハイエンドのイヤホンでも音質に影響が与えるということで、わざとですね、ノイキャン性能を落として、音質にですね、重点を置くってモデル多いんですけども、このイヤホンはしっかりとですね、ノイキャンを強くしてくれていて、かなりですね、騒音なんかをカットしてくれますので、外を歩いている時とか、あとカフェなんかでですね、作業したいっていう時なんかでもかなり使いやすいかなと思いますね。せっかくついてるんだから強い方がいいよねっていう方もですね、かなり多いと思うので、そういう方にめちゃくちゃおすすめです。外音取り込みについてなんですけども、外音取り込みはですね、コンビニやスーパーで店員さんと会話するっていうのも十分可能ではあるんですけども、音楽をですね、かけていると若干ですね、心もとない時っていうのもあるので、音楽を止めた方が無難かなと感じています。コンビニの店員さんとの会話は結構定型文的なものがありますので、それぐらいだったらですね、大丈夫かなとは思うんですけども、やっぱりしっかりとですね、相手の声を聞き取ってしたいんだったら、外音取り込みした上で音楽を一時停止にしていただくということが必要かなと思いますね。続きまして通話品質なんですけれども、通話品質はですね、いつも通り Zoom で録音した音声がありますのでお聞きください。はい、こんにちは。こちらはイヤーファン Air Pro 3とスマホを接続し、PC と Zoom でつないで音声を収録しております。PC 側で音声を収録しておりますので、オンラインミーティングを行うとこのような感じで相手に音声が届くことになります。
はい、いかがでしたでしょうか。このイヤホンですね、スティック型のイヤホンということもあって、このスティックの先っぽの方にマイクがついているということもあって、十分ですね、綺麗な音質で通話できるかなと感じています。若干ですね、気温っぽさはあるかなと思うんですけども、この品質していればですね、十分通常のですね、会議とかしてるぐらいだったら、全然ですね、大丈夫だと思いますし、違和感がある音でもないので、オンライン会議なんかでも使える品質をしているんじゃないかなと感じましたね。はい、ここまでイヤーファン AirPro 3のレビューを行ってきたんですけども、ここからは気になった部分についてご紹介していこうと思います。まず気になった部分の一つ目なんですけども、こちらですね、ノイキャンはかなりですね、強いんですけども、ノイキャンしていた時の圧迫感はですね、ちょっとあるかなと感じました。Apple のですね、AirPods Pro 2とかもかなりですね、ノイキャンにしていると、トンネルの中にですね、ガッて入った時のようなですね、圧迫感というか耳が詰まる感じっていうのがちょっとあるんですけども、このイヤホンも若干ですね、あるかなと思います。AirPods Pro 2よりはないんですけども、それでもですね、他のイヤホンに比べると若干ですね、そういう圧迫感なんかがあるかなと思うので、そういうですね、ノイキャンしていて圧迫感あるのが苦手って方ですと、ちょっとですね、どこかで視聴してみていただくといいかなと思います。そういうのがですね、全然気にならない方だったら、全然ですね、いいかなと思うんですけども、そういう部分ですね、ちょっと認識しておいていただければと思います。最後にですね、気になった部分なんですけども、なんかですね、私が使っている限りですと、音楽を聴いていて、ダブルタップでですね、音楽を一時停止にして、もう一回ですね、音楽の再生を始めると、なんか両方の耳からですね、同時に音楽が流れるんじゃなくて、一瞬ですね、なんか右耳だけちょっとですね、音が流れて、でそこからですね、ちゃんと両方から流れてステレオになるみたいな感じの動きをしたことがですね、ありまして、ちょっとですね、違和感を覚えました。一瞬なんで、音楽を再生した時に右耳しかですね、ずっと聞こえないとかですね、そういうことは全然ないんですけども、他のイヤホンですとそういう現象になったことがなかったので、ちょっとですね、違和感あったかなと思いましたね。そんなにですね、気にする方もいらっしゃらないかもしれないですけども、これがですね、なんかアップデートとかで治るものなのかどうかっていうのはちょっとよくわかりませんが、治るんだったら直してほしいなっていうところではありましたね。こちらもですね、ご認識いただければと思います。はい、ということで今回はイヤーファンから出まして、AirPro 3をですね、ご紹介しました。前作の AirPro 2もかなりですね、私、評価がですね、高かったんですけども、AirPro 3もですね、やっぱり完成度高くてですね、搭載されている機能がですね、しっかりと使えますし、AirPro 2になかったようなですね、アプリへのカスタマイズにも対応してきたりとか、aptX アダプティブにも対応したり、それからですね、今後はですね、LE オーディオにも対応予定ということで、もうこの価格でですね、これだけの機能ですね、入っているっていうのはすごいなと感じていますね。さらにですね、最初にもご紹介した通り、先行予約で買えば6290円ということでめちゃくちゃ安いので、1万円以下でですね、なんかイヤホン欲しいなって考えている方だったら選択肢のですね、一つにですね、入れていただけるといいんじゃないかなと思います。私のチャンネルだとですね、1万円以下のですね、ランキングを出していますので、そちらとですね、合わせてですね、検討していただければと思います。先行予約のですね、キャンペーンの期間というのはまだちょっとありますので、この動画を出しているですね、26日から始まりますけども、年末年始にかけてですね、しっかりと検討していただいて選んでいただければと思います。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ったら、グッドボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは完全ワイヤレスイヤホンのレビューや比較動画を中心にアップしていますので、気になる方はこれからもチェックしていただけるととても嬉しいです。それから私は Twitter もやってまして、Twitter ではチャンネルの更新情報だったりとか、更新前の感想なんかも上げたりしていますので、そちらもフォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。